皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。幸運の四つ葉のクローバーに対抗して幸運の4つ目のメガネを開発したさやです。してないわ、ごめん、帰る帰るねえ、帰る。4つ目のメガネって何？四つ目さん専用のメガネ。さやのメガネ。たまにさやさんのメガネが4枚になってることもあるので、見つけられたらラッキーだね。だいたいカットされてないさやさんの挨拶こんなもんで。そう、いつも噛む。5500人の方が今の挨拶見ちゃったの。ちょっと待って、一人ずつお家に行ってね、頭殴って記憶消すんでちょっと鍵開けて待っててください何言ってるかわかんねえからさやが絵描くのが即興挨拶なんで。さよかったということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、コキギョッキョこれ何？ー。ここが魚なの、魚ここが鶏、だからコキギョッキョ。すごい気に入ったんだね、それね。超気に入ってる。島ぎま結構好きだけど。結構今回豊作だと思って。豊作だね。サンドイッチヒッチも結構好きだよ仲間たちはこの隙間通っていくやつだから、ということで、はい、今回こちらです。逆？めちゃくちゃ知ってるキャラクターをかけ逆ミニシロ追いかき対決。はい、どういうこと？逆ミリシラお絵かき対決。俺たち今までたくさんミリシェラやってきました。ミリシラお絵かき対決ってやっぱ発祥がさ、ゲームの案件から始まったじゃん。そうですね。夏目さんちのミリシラお絵かきって、だから知らないキャラに対しての情報が、名前、特徴がなんかさ、そうだね、緑色の帽子をかぶってるとかなんかさ、雷属性とかさ、そういうのがあるじゃないですか。ミリシラお絵かき対決ってそういうことじゃないですか。そうで、それだけの名前と、その見た目のざっくりした情報とか、あと声とかね、はい、そこから当てたりするんだけど、めっちゃ知ってるキャラを、絶対その特徴を捉えて書いて、だけど絶対相手にバレちゃダメって意味わかりました？今意味わかる？これね、意味わからないと思うからもうちょっとわかりやすく言うと、じゃあモンキー D ルフィって名前があります。これ例題ね。モンキー D ルフィ、特徴麦わら帽子、左目の下に傷、海賊。この要素を全部入れたキャラを描くけど、そう麦わら帽子、左目の下に傷、海賊っていう要素を入れたキャラを描くが、その他は何にしてもいい。別に性別が男じゃなくてもいいよ。ルフィは男の子でしょ。だけど女の子でもいいし、とにかくその特徴さえ入れてればどんな絵にしてもいいっていう条件で、ルフィとバレずにルフィの特徴を全部書き切ってくださいっていうことそういうことです。そういうゲームです。逆ミリシラ追いかけです。だからその他に特徴を入れるのはありです。特徴を全部押さえながらオリジナルキャラを書いた上でバレちゃいけないっていうゲームです。でそれぞれ今ね、ここにお題を用意してもらってるので、これを今から引いてやっていくということですね。コワムズ。コワムズ。それではやっていきたいと思います。みぐい。とりあえず1回戦目は、視聴者の皆さんだけはお互いが何のテーマで書いたかが分かるようにお見せしようと。そうだね、最初だけね。じゃあ行きますか。第1回戦目。1回戦目引いていきますよ。じゃあさやは目つぶって、オッケーオッケーオッケー。じゃあゲイさんから引くのね。そうだね。はい、いきます。見えますか？はいはい。無理じゃないか。無理だろこれ。いや悪くはないけど、いけるか。まあいいでしょういいでしょう。 OK です。じゃあ僕のやつ皆さん見ましたね。じゃあいいですよ。僕目つぶってるんでさやさんお願いします。じゃあさやさんのお題いきます。せーのドン。よし。はい、じゃあさやさんも伏せましたと。でもなんかさや全然余裕そうだね。 OK、 じゃあお題は一旦戻してで、制限時間何分にしようかって。20分ぐらいで一旦いくか。最悪30分にしますね。ちょっとつけペンで今回ペン入れしなきゃいけないから、もしかしたら20分じゃ足りないかも。では行きましょう。1回戦目はさっき見たやつ行きましょう。よーいスタート。でもぶっちゃけオリジナルキャラ描けばいいっていう話なんで、これに関してはね。そうね。でも待って、むずくないか？全然むずいと思うぞこれ。さや余裕だと思う？いや焦ってる焦ってる、超焦ってる。どうしようかなって。でも性別を変えるのはありなんだよね。性別は変えるのありだけど、そしたら逆の性別予想しちゃうけどね。まあ確かにそんな発想がもうまかり通るんだったら。確かにこの特徴をどれだけどう足すかって大事じゃない？絶対。よう思いつきますわ。何が何のこの企画。ミリシラの逆の企画ってないかなと思って考えたらさ、逆の企画あったやんと思って。逆知ってるんだよ俺今。
これ私ミリシラお絵描き対決もさ、知らないからできることってなんだろうってとこから発想があったから、だからそういう意味で言うと知ってるところからこう、来るみたいな。そうそう、もうこれはあれですよ、お絵描き人狼みたいにもう全部入れちゃうみたいな。ああそうだね、まあ、制限時間内に入れられるもん入れたらね、それは確かに紛れるけどね。視聴者視点めっちゃ楽しい確かにそうなんだよな。今すごいわってちょっと本当に悩んでる。俺も視聴者視点になりたいね。なりたいね。楽しそう。キャラクターの特徴をこうやって聞くとさ、ルフィのさっきの例もそうだけどさ、一発でこのキャラって分かる特徴ってさ、確かにすごいよね。すごいことだよね。すごいことだよね。確かに確かに。なんかそれを入れてバレないようにしなきゃいけないってすごい難しいことだという、誰がこの企画考えたやつ、恐ろしいな。俺。お前茶番してないでさ、早く書きなよ。本当だよ。あと15分しかないぜ。なぬー、これ終わるかこれペン入れ。いやー待ってむずいな、どうしようこれ。一旦ちょっと枠線をつけてお茶にごそうペン入れしまーす。ペン入れ入りまーす。マジ1回戦目から気づいちゃったんだけどね、ごまかしにいってる感じを見抜かれる、絶対どこをぼかしてるかってこと。そうそこがねバレちゃうとやっぱりねすぐ分かっちゃうわけじゃない。いやでも逆に、あ待ってこれ今さこのゲームの必勝法同じタイミングで気づいたんじゃない？他のキャラの特徴と誤認させればいいんじゃないの？同じ誤認わかるねえ、そうだよね。そうだから近しいキャラを探してきて。待ってでももうペイリー始めちゃったな。そういうことじゃんなこのゲームの必勝法。ちょっと2回戦目からはそれを意識していくわ楽しくなってきたな。僕も同じタイミングで思いつくのやめたいんだけどね、思考回路が同じすぎる。つまりこれは渡すん。動画になるときはね編集でカットされるんですよ、こういうカところ。ットでもね生放送はカットされないんですよ、こういうところが。皆さんこの虚無の時間を思う存分お楽しみください。チュッパ。でも待ってこれ指定に色入ってたんだけど。色？指定に色入ってる場合どうしたらいいの？色塗れなくない？今この状態で感じさせろよ。まあちょっと確かにごめん一旦感じさせる色をさ、感じさせてくれよ。ケイオさやさん、俺の憧れたさやさんちげえわ。嘘、憧れてたの。そいつ絶対さ憧れてたのにとかっつって油断させて攻撃してくる。はいということで1回戦目こちらです。せーのドン。おお、わかんな。なんでもう模様一緒なの？いや本当だ一緒や。なんで模様一緒なの？どういうこと？なんでなんなんかお題一緒とかあるか？何？ちょっと待って。待ってむずっ。本当にむずい。これちょっと待ってシンキングタイム決めよう。3分で3分、3分以内で答え出そう。スタート。なんでさオソロな柄が。なんで柄オソロな意味わからんマジで。それは多分短絡的にかける模様がこの模様しかお互い引き出しになかった。そういうこと？待っていやさやのやつは、男の可能性もワンチャンかけなきゃいけないってことだよね。そっか、男の可能性も考えないといけないんだ。男と女の可能性をどっちも考慮に入れた上で、特徴があって、うわ待って、これでもさやの柄ね、僕の考察ですけど、柄はいや分からんな。待って、でもゲンさん色がヒントとして特徴として入ってたっていうのはちょっとまあ確かにそれはヒントかもね。でもこのね柄はねさややってると思うんですよね。柄やってますよこれは。やってますか？どうですか皆さん。多分この竜の尻尾は嘘ですこれはもうねちょっとなんかあまりにもね適当に今書きましたみたいな、ついでに尻尾書いとくかみたいな。そんなことないですよ、だって竜の尻尾にさこの鬼の角みたいなの。やだー。こんなキャラいた？こんなキャラいる？こんな特殊なキャラ。ちょっとこれ引っ張られてんな柄に。この虎柄と女の子で引っ張られすぎてる気がするイメージが。それ見当ついてる？なんかもう思い込みになっちゃってる私ちょっと。僕はね二択いいの。だからさやさんも1個これって思っちゃうとさ、もうちょっとそれにしか見えんみたいな。そうもうギシャポッポッポッポーって言っちゃうからさ、もう1個もうこれにかけるしかない。なるほどね。なんでって言われてもさあ分からんっていうしかない。1回しか回答権。でもお互い外したらもう1回いいでしょ。そうだね。お互い外したらもう1回言っていいよね。そういうことですよ。はい、じゃあ発表しますか。いきますか。はい。じゃあさやからいいですよ。さやからいくよ。ゲンさんが書いたのはエドワード・エルリック。やばい、怖いなるほどね。なるほど。じゃあ僕も答えるよ。さやが書いたのはラムちゃん。うるせえやつら。いきますよ。せーのドン。バレるんかい。無理だ。いやむずいなこれ。やったー。当たったー。金髪の三つ編みだったんだ。そう金髪ではないなと思って。
従順にすることによってイメージをぼかす作戦だったんだけど、やっぱりちょっとこのオートメールがオートメールすぎんかっていう。ヒントの中に色があるってなって、そうかそうで赤色のコートが入ってたんじゃないかなって思ったんだけど、エドなんじゃないって頭の中でポワポワポワって思って、でもエドじゃないかもしれない、私の思い込みかもしれない、ちらあれオートメールじゃねって逆だった。逆にね、オートメールじゃないんだ。オートメールに気づいたのが逆だった。なるほどな。いやでもまあ分かっちゃうよね。まあでもね、そうさすがに電気と虎柄でラムちゃんやろこれってなっちゃって。そうだよね。そう、しかも女の子だったから。いや、そう、なんかね、そこはちょっと真面目に女の子にしちゃったね。しかもなんかバレちゃった、このドラゴンの尻尾。これね、結局当てられたから勝ちなんじゃなくて、はい、当てられたから負けなんですよ。そう、どっちも負けたっていうことですね。得点なしです。じゃあちょっと2回戦目いきましょう。でももうこれで分かったから。はい、これで分かったんで、このゲームの難しさが。いきましょう。くそー。よし、じゃあ2回戦目。じゃあ次は30分で最初からいきましょうね。はい、このなんか思考を巡らせながら30分で結構疲れる、なかなかハードですよこれ。みんなもぜひやってみてください。一緒にやってみてほしい。なんだかんだただオリキャラ描く練習になるっていうそれはそう。じゃあいきますか。はい、じゃあお願いします。はい、じゃあさやさんまた目つぶってってください。いきます。じゃあ僕のこちらせーの。なんて書いてあるの？なんて書いてあるの？漢字が分かった。はいなるほどね。はい、オッケー分かりました。じゃあ僕も目つぶります。はい、引きます。せーの、ドン。無理じゃないかこれは。お互いちょっと怪しくなって。これはもうなんかもう文化だろ、もはや。いける？これ文化じゃないかこいつはもう。じゃあ行きましょう。はい、よーいスタート。いきまーす。でもなんかさやさん隠せたらすごいってみんな言ってる。そのレベルよ。ほんと鬼畜笑ってきて、笑けてくる。あ、何？なんでもないです。やめて。もう分かったのか。もうこれで分かったのかと思った。今ちょっと僕の方針を今決めました。そういうこと？はい、方針を決めました。これは完全に。さやさんちょっと抵抗していくからみんな見てて。さやさんの抵抗を見て。さやさん抗ってるなってことが多分ねすごいよく分かると思うから。ちょっとゲンさん思いついちゃってます今。そう無理じゃないか。ちょっと待って。これをこのパーツを書いて、でこのパーツを書いてって、頭の中でさチャチャって計算した結果さ無理って出てくる。そんななるこれは。まあバケモンにはバケモンをぶつけろみたいな話あるだからより大きな特徴にはより大きな特徴みたいな、そういうことでいけばいいんじゃない？やっぱりこの戦いは。やばい、本当になんかさお腹の減り方が早すぎてさ、脳みそめっちゃ使ってんのかな。なんかマイクラだとさ、ほらジャンプいっぱいしてさ、なんか進んでいくとさ、進んだ分だけめっちゃお腹減るの早いじゃん、それ完全にそれ。どうしよう。でも僕もどうしたらいいんだろう。これ結構むずいよこれ。てか特徴ってすごいんだな。逆に言うとミリシラお絵かき対決ってさ、俺たちなんで当たんねえんだろう逆にね、こんなに特徴を教えられていつも。でもこんなもらってないか。いやでももらってるかわかんない。どうなの？一応無理じゃない。さやは何かに抗っているらしい。完全になんか今泥船に乗せられたカチカチ山のタヌキと同じ感じこれ無理じゃないっつってゲンさん頑張ってるかもしれない。2つの罠を仕掛けてる俺は今。なんでよ、さやさんもうありのままのダメだろ、ありのまま書いたらこのお題を書き進めるのよって状態ですけど、ちょっと時間ないからもう一回入れします。いや1回戦目全然なんかお互いなんか普通に当たっちゃって悔しいんだよなあれ悔しい。結構ごまかしたつもりだったよな、結構頑張って考えてたわ。いやそんな考えてないな、なんでそんな急に自信なくせやったさやさんすごって言ってもらってる。嘘嬉しい。ゲンさん見ててさやさん隠し切ってみせるわ。おい1回戦より静かになるやつがあるかよごめんね、ちょっと真面目になりすぎちゃって。やめてよ。ごめんねなあ、本当にすみません。偉いね、ちゃんと謝れる子は偉いよ。でもそれがね全ての罪を洗い流せると思ったらね、警察はいらないんだよ。
5万って何動揺してごめんが言えなくなっちゃって5万お金でどうにかしようとしてそう動揺して噛んだ結果なんかお金でどうにかしようとしてるやつになっちゃったダメな方になっちゃった5万終了でございます。30分、2回戦目、はい、お互い今度はちょっとクレバーな感じになったんじゃないですか。クレバーせーのドン。あ、本当だ、なんか違うタイプの魔法使い。なんかどうしたの？同じお題で違うキャラ描く企画？同じ学校にいるよね。同じ学校いる、絶対こいつら同じ学校にいる。なんで？あれ？おかしいね。おかしいね。でも僕お題通り書いてますからちゃんと。さやもですよ。書いてるんですか？なんで一回交換しよう。一回よく見よう。さやのやつめっちゃ可愛いね、なんか。可愛いね。わかった。違う、待ってわかんない。これ待って、ブラフかもしれない。ゲンさんのうわ、騙されてるかもしれない。こいつらさ、入れ替えたら目線合ってんだけど。確かにお互いを見合っている。完全にお互い意識し合ってんじゃんこいつら。ライバルじゃんね。幼馴染のライバルじゃん。あれ熱じゃなくてさ、待ってあ、大人っぽい新入生と幼く見える先輩。あ、うわー、いい。この子が先輩なんだ。これ先輩いいね。頼りないんだけど最後特大魔法打てるんでしょ。読み切りの最後見開きでドッカーンって待ってみたいな感じなんだけど、クソ強いみたいな。最後絶対許さないんでしょ。この子に対してなんかね、あったりね。考える時間計ります。すいません。盛り上がってる場合ちゃいますね。はい、じゃあ3分ドン。はい。あれ以外にある？さやは見当ついてる気がするんだけどさ、さやは。1個しかないんだけど。僕ないんだけど。マジ？俺全然わかんない。マジでわかんない。マジ？そんなことある？待って、さや無理だよねってみんな言ってたよね。さやさんマジかってなってたよみんな。さっきから2人でうんしか言ってないんだけど、ちゃんとあるんだもんな、特徴がな。わかんないでやめて。さやこのままみんなに褒められてたいんだから。さやさん隠すのうまい。わいやでも違うか。いや違くない？いや違う。好き嫌いみたいな、なんか今違う、そうじゃない、合ってる違う、そうじゃないみたいな感じになってる。花裏。いきますか？答え出ました？一応。じゃあ逆に戻してね。じゃあいきますよ。はい、じゃあどうぞ。ゲンさんが書いたのはハリーポッター。マッシュルと悩んだけど。ゲンさんは？さやが書いたのはコナン。いきますよ。はい、正解はせーのドン。うわー、そっちなんだやっぱり。やったー。いや超二択だったんだよ。その二択を生みたかったんだよ俺。そうだよ、マッシュも顔にあるわ。そうなの。これちょっとマジで一休さんで、これが反則って言われたら俺は謝るんだけど、顔に稲妻型の線でしょ。ここなのよマッシュル。てかさ、マッシュルのこの顔の線が稲妻型なのはハリーポッターのパロディだってこと今知った。なんであの形なんだろうって思ってたんだけど、やられた。すごいね、2択だったんだけど、マッシュの特徴を私が箇条書きにできなかった。でも確かにそっか。ハリーポッターを頭に植え付けたらもうハリーポッターしか見えないと思ったからメガネを描いてしまったね。でよく当てましたね。これね、直前までデックンだったの。スニーカーに持ってかれすぎて、でスニーカーと制服みたいなやつでデクだなと思ったんだけど、メガネだけ妙に形がこだわりあるなと思って、これ僕丸メガネだと分かんなかった。くそー。そう、この四角メガネがコナンくんだったから、さやが特徴を結構ちゃんと書いたっていう。この子にはなんかこういうちょっとでっかい重たい感じのメガネの方が可愛いなと思ってそのまま書いちゃったんだよね。この四角いメガネはちょっとコナンくんが急に出てきて、嬉しいやっと2回戦目してゲンさん1点で。ちゃんと騙された。やった気持ちいい。楽しいなこの動画、この企画めっちゃ楽しいな。楽しい。よし、じゃあ3回戦目ラストいきましょう。はい、いきましょう。最終戦はみんなにも見えないので、みんなにも隠しますね。みんなも推理しながら僕たちと同じ気持ちで見てください。はい、じゃあいきます。どうぞゲンさん。じゃあ僕からいきます。見ます。じゃあさやも引きますね。はい無理じゃないかこれも。むずっ。ちょっと待って考えろ。むずっ。オッケー。てか普通に思ったんだけど、これ難しくないお題ないかもしれない。要はさ、出題範囲が有名なキャラなのよ。そう有名なキャラってことは、すごい特徴がはっきりしてるっていう
話なんだよね。ね。じゃあいきますか。よーいスタート。ちょっと待って考えるとこからだな。待ってどうしようかな。性別で嘘つくのかどうかみたいな話もあるしね。確かに3回戦目ちょっと迷うかも。めっちゃ迷ってるんですけど勢いでいこう勢いで。ね。いやもう助走つけてゲンさんを殴るしかないよ。なんでね困ってますね。困ってます。とっても困ってます。やめますわやばいちょっとやばいお互い何も出てこない。ピンク瓶叩いちゃった今。待ってすごいなこのキャラの特徴。こうやって書くとねなんかそう書くと分かっちゃうよね。なんかそのキャラの特徴のヤバさ。別のキャラに誤認させる。これでいこう。作戦 B。 あ来ました来ました。整いました。整わないでください。散らか整いましたしてください。バラバラバラなんてあよし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 ペインにしますペインにします。勝ちたいよ性別ぼかしなしにしても面白いかもね。まあ確かにもうまっすぐ書いちゃう。そうまっすぐ書いていくみたいな。これかなって思うけどそっちはブラフかなって思うみたいなもうみんなもほらね参加者になると急に怖くなるでしょ人のことが信じられなくなるでしょ。そうだよ。嘘ついてるかもしれませんよ。画面の向こうのこの人たちは。いやついてるんだよかもじゃない今ついてるね。いやでもどうなんだろうこれ分かっちゃうのかな。むずいな。姉さん騙してくるから嫌いそういうゲームそういう試合ないよこれ。もうさやさん疑心暗鬼になっちゃってる。でもゲンさんこれかな言われてるぞ。いやわかんないよ。それはもしかしたらゲンさんの手のひらの上かもしれない。上かもしれない窓へ窓へ窓へ俺の手のひらの上でな。ゲンさんって悪役になるのうまいよねしかも小物な。おいさやさんの見当つかない。ハッピー。でもゲンさんの分かったかもっていうお答えがありますよ。俺何分かったって言うんだよこの短時間で俺の怖い絡み方してくる行きましょう最終戦。はいせーのドン。ダン。んまたこしゃくなことして。何さや書いてるこれ特徴。書いてるよ。なんでなんでとか言ってるちょっとこしゃくなことしちゃってる。でも本当、もうこしゃくもこしゃくなんか申し訳ない気持ちになってる。ちょっと本当、いや待ってさやのやつ僕わかんない。答え出てない。ゲンさんのさまたさなんかさすごいこしゃくな2択用意してくるんだよな。時間いきます。はい色付きで書かないでね。ぶどうとマスカット書いてどっちだってやつ今白黒写真ですごい嫌なやつだな。絶対ありえないけど1人しか出ないんだよね今答えが。ちょっと待ってマジでわからん。あと45秒。さやのやつさっきから全然わかんないんだけど。そんなことない。結構ぼかしてるよね。あとちょっとねちょっと書きし損じた部分がある。書きし損じてることある大丈夫それ特徴は。ギリギリ大丈夫だと思ってるんだけどなるほど、許してほしい。だからなるほどね。やべえ待って絶対それじゃないんだよな。絶対これじゃないんだよ。終わっちゃったよ。待って全然やばい。よろしいですか。まずい。ゲンさんのキャラクター辞典開いてよ。いや辞典を開いた結果さ多分開いちゃいけない辞典開いてさ今固定観念にもう今苛まれてる。まあいいやとりあえず行きましょう。はいゲンさんのこれははいガッシュです。なるほど。はいはい。じゃあゲンさんこの絵はこれはトリコ。トリコ。ホム一回最初ね釣り吉三平ってしか頭に出てこなかった俺マジでタイミング悪くて最近釣り吉三平の漫画を読み返しちゃって釣りといえば釣り吉三平しか頭に出てこなくなって急に思考がなくなったんだけどじゃあいきますか。はいせーのドン。2択外したうわねずこか口に物を加えてるのか竹じゃないんだ。箱に入っている着物がねちょっとねギリギリちょっと合わせがちょっとずれちゃってそういうことね。マジでブラックジャックとガッシュの2択でそう迫ったの。これは逆にもう隠すとダメかなと思ったからもうそのまま書いて。ブラックジャックはマジでそのまま書いてる。ガッシュここバシバシバシってあとこの縦のさ顔のね傷とガッシュもマントじゃん。特徴が被ってるなと思ってちょっとだけブラックジャックとさやの引き出しを考えるとガッシュ引く可能性もあると思って賭けでしたこれは。
いやーマジで禰豆子わからんかったな。これ竹だったらわかった。まあね、かも。最初なんかね、そう頭飾りかなんかを加えさせようかなと思ったんだけど、いろいろ悩んでこの傷口をつけることで炭治郎に触れさせようかなと思って、確かにな。着物炭治郎柄描いたらもう炭治郎って言っちゃったかもしれない。これ柄も黒に塗らなかったのはちょっと優しさ。なるほど。優しさ。箱に入ってると加えてるで分かった。うわーすごい。結局でもお互い外したから、でも2回戦目でゲイさんが当てた僕が取ってるので今回はゲイさんの勝ち。楽しかった、僕たちが初めてこの戦いをやったから、今回いろいろレギュレーションができた気がする。年齢ぼかし禁止とか性別転換禁止とか、別キャラ5人禁止、このキャラとこのキャラの2択を迫るの禁止っていうのが、今後レギュレーションとして追加されそう。なんか縛り慣れてるな。なんかこうやって縛ったらよりこのゲームが過激になるということをもう心がさ求めちゃってるよそう、なんかちょっとルールが制定されてたいやー難かった。楽しかった。楽しかった、ありがとうございました。ありがとうございました。次回はレギュレーションまた追加した上で、どなたかとコラボの時だったり楽々部屋とかでね、やったら楽しいと思うんで、またやりたいと思います。また新たな挑戦者を求むみたいな